ハーレーと並んでハーレーかインディアンかっていうと最速のインディアンなんて映画もあったぐらいスピードとレースのインディアンっていうそういうメーカーでした。でもね、そっから1929年あの辺からだんだんこう1959年にインディアン社っていうのは終わってしまいます。あ、終わっちゃったの？インディアンを買収したの。ほう。そっからインディアンがゴロッと変わったんだよね。これびっくり出るじゃん、はい、キロメーターだわ。起こすやん。行くで。はい、サッシュの岩本です。はーい。今日エンジン見てる。あれ、これはこのね、インディアンモーターサイクル協定もうすぐオープン。やっとアパレルも搬入されてきて、本当だ。上にうち1935年のスカウトがあって持って降りてきてエンジンかけようってことになって、これがこのバイクで、俺エンジンのかけ方も知らないし、僕さすがに全然わからないから、最後エミちゃんにエンジンかけてもらおう。これどう？ポキ、エミちゃんポキ。アクセルは左だからね。せーの。おこれ1935年のスカウト、でいつもゆみちゃんが履いてるのはそれスカート。スカートいつもそれどうでもいい履いてないから履いてないね。履いてない。これが今現行のスカウト。ほら、インディアンスカウト。本当だ。なんかかっこいいですそうね。これ新車ね。新車？お手を触れないでください。お、溢れちゃった。触れとるがな。でこれの原型となってるのが、このスカウト。すごいよね。で今回ね、これが車検がついて日本を走ってたの。そうなの？そうで、まだエンジンかかるんかなって聞いたらきっとかかるでしょうってことなんで、今回はこのオートバイを紹介してみたいなと思います。これね、インディアンモーターサイクル、インディアンっていうブランド知ってる？わからない。わからない、一応これね、アメリカでは一番古いオートバイのメーカーで、1901年自転車のレーサーだったジョージとエンジニアだったカールが作った会社で、最初の1901年はたった3台しか作ってない。でもね、翌年には143台も作ったオートバイメーカーなの。だから1902年には143台生産してるのね。でそれからどんどんレースに出場して常に最速を狙ってるブランドだったのよ。で1911年マントー TT レースって言ってすごい歴史のあるレースで、その頃イギリス車とかがほとんどを席巻してたのにアメリカから行って1位から3位まで独占した、その頃から最新鋭で最速のメーカーです。それから黄金期を迎えて最高なんと1918年には年間の生産台数3万5000台。だから結構な有名なメーカー。アメリカではね、ハーレーと並んでハーレーかインディアンかっていうと最速のインディアンなんて映画もあったぐらいスピードとレースのインディアンっていうそういうメーカーでした。1918年に日本の警視庁がオートバイでの交通取り締まりを始めた。で1920年にはなんと警視庁に50台以上のインディアンが採用されてる。それぐらいスピードでは定評のあるメーカーだ。そして1920年発売されたモデルがスカウト。そっからスカウトの歴史は始まったって言われる。でもね、そっから1920年代になると世界中のメーカーが台頭してきて、いい製品が増えてきて、1929年不況が始まってしまって、とうとう世界恐慌が起きて、どんどん景気の悪化、どんどん生産台数を落としていきました。1931年ではなんと年間の生産台数3400台、1933年には1650台まで落としてしまったんだよね。じゃあその後ね、インディアンはデュポン社っていうところに会社を売ってしまって、そこからは会社が転売されるようになってしまいました。そんな中でね、実はインディアンモーターサイクルとインディアンセールスって言ってね、実はインディアンって会社はモーターサイクル部門とセールス部門っていう2つの会社に分社化して1959年にインディアン社っていうのは終わってしまいます。終わっちゃったの？終わっちゃうんだよね、でもその時にね、実はこの倒産してる終わってるって言われてる会社はなんとモーターサイクルなのよ。でインディアンセールスの会社があったのね、このセールスの会社の版権っていうのはその後も売買を繰り返されて今も謎なの。ねえみちゃん、2006年に第二次インディアンモーターサイクルって言って解散してたインディアンモーターサイクルの版権をもう一回使ってオートバイの販売をもう一度始めようとしたの、アメリカで。
で2010年もう一度日本にインディアンモーターサイクルが正規販売として戻ってきました。でね、2011年なんと今の体制、アメリカのポラリス社がインディアンを買収したの。ほう。そっからインディアンがゴロッと変わったんだよね。あ、へえ。ポラリスが買収して、なんと自分のところで 100% フルで設計から生産までをもう一度行うようになったの。そしてとうとう2019年ポラリスがポラリスジャパンを日本に作って日本でディーラー網の整備を始めたのね。それで今回2020年2021年2022年と素晴らしいモデルがどんどん出てくるようになって、全然オートバイの質が違う。めちゃめちゃクオリティが高くてめちゃめちゃ速くて、今ではね元アメリカって言ってキングオブバーガーのレースがもう最高潮を迎えてて、インディアンがハーレーを破って連戦連勝。あもう今ねインディアンのエンジンは昔をね彷彿とさせるぐらいレースのエンジンになって、今日本でもまた世界でインディアンが活躍してます。エミちゃんもね、このオートバイすごく珍しいオートバイなの。スカウトは20年代から作られてたんだけど、この1935年のスカウトはこれ正式名称をスタンダードスカウトっていうんだって。でなんでっていうと、この世界恐慌の後すごく景気が悪くて、開発費も出せない中、経費削減のために、なんとチーフのフレームにスカウトのエンジンを乗せて、しかも 750cc の方の当時開発されたエンジンを乗せて、それでこう開発費をあまり使わない中で作られたオートバイ。不思議なもので何が功を奏すかわからなくて、なんとめちゃくちゃ振動が少なくてめちゃくちゃ乗りやすいってことで、これアメリカの警察が非常に高い評価をしてたくさん採用されることになったんだって。で6年間だけ生産されたモデルだそうです。すごく数は少ないっていうふうに聞いてます。でね、エミちゃん、あとねこのオートバイなんだけど、説明していこうと思うんだけど、僕も乗ったことない、見たこともない、まあこんな時はねサッシュだから、はい、あの人呼んでみよう。はい、じゃあキリアン。はい、よろしくお願いします。はーい。キリアン、はい、俺なさすがにインディアン言われても、はい、見たことぐらいしかない。ハーレーはたくさんやってきたけど1903年から、はい、インディアン触ったことないの、はい、でもあなたも知らんやろ。生まれてないですか。インディアンなんてここでも何台も扱ってんの。何台も扱ってないですね。もうこれと豊崎インディアンと2台だけ。2台だけです。今までで。今までで。だからキリアンはこれの買い取りに行ってるから、これのエンジンのかけ方ぐらいは分かるそうです。おお、なるほど。とりあえずエミちゃん、メーターパネル周りから行こうか。これがイグニッションだよね。はい。これが純正キーだって。へえ。なんかこんなん折れてるようにしか見えへん。今オフ。今オフ。これでイグニッションオン。はあ。どこ行った？これアンメーター。キーをオン。今電気が通電。でこれでライトついた？ロービーム。ほらライトロービーム。で次もう一回回すとハイビーム。でこれ6ボルト。でこれがパーキング。パーキング。あ、ついた？イグニッションオンにしてブレーキを引く？あ、ついてるついてる。ついてる？ここにガソリンだって。これがガソリン。これガソリン。そう。そしてこっちがエンジンオイル。上がエンジンオイルなの？で、そうだからこのタンクの中で分かれてるってことだよね。分かれてるんだ。で、これがスピードメーター。スピードメーター。はい。これびっくり。エミちゃん、はい、これキロメーターだわ。130キロメーター。もしかしたらこれはアメリカで走ってたんじゃなくて、一回ヨーロッパとか行ってる可能性あるな。あ、そうなんですか。キロメーター表示されてるし、でも日本に来たのは2015年に日本に輸入されて新規登録されてるから、これアメリカで販売されてたって言ってたから、前のオーナーさんがアメリカで買ってアメリカから日本に持ってきて、日本で2015年に登録してます。で結構走ってるのよ。72,424キロで、下がトリップメーター、トリップメーターこれ見て、これすごいよ。きっと押すとこうやってゼロに戻るっていうやつやのね。一番下はちょっとね動かないけど、はい、さっき押したら戻りました。勝手にやっちゃいました。でこのスピードメーターからこのメーターケーブルずーっとリアのハブからスピードを取ってます。すごいね。ちょっとね本当に普段僕が扱ってるのとは全然違うんで、なんとこれがフロントブレーキ、でこれが進角、進角、進角、点火タイミング変えるんだよね。で左側がアクセル、左アクセル、左アクセル、左アクセル、難しそうじゃない？右ブレーキ、左クラッチ、足はフットクラッチ、そしていつもおなじみのホーンもあるよ。なんか、どこから鳴ってるかはこれ。あ、そうなんだ。あとはこれがシフトチェンジ。
これがシフトチェンジ、なんか難しそう。分からん、後でエンジンかけて頑張ってみよう。そうですね。これがフットクラッチで、きっとこれで切れた状態で戻していくとつながるという感じかな。そうですね。これ工具箱でしょ。ほら、あ、本当だ。何も入ってないけど、何も入ってない。ここをつまんで、あとはね、もちろん干渉装置はなしのフレームね。リアショックはついてないです。あ、本当だ。フロントにリーフスプリングをフロントフォークになる。で、ドラムブレーキね。すごいよね。でもこれやっぱ本当に日本で普通に走ってたんだね。ダンロップのゴールドスイーム K70 入ってるから、これ今も全然手に入るタイヤです。もう去年までね、本当に車検付きで走ってたバイクなんで、僕ね、インディアのサイドバルブエンジンとかあんま分からないけど、これはもう完全にサイドバルブの横からバルブが出てるでしょ。これ下からね。これバルブ、そうそう、こ本当だれでリフトしてバルブだからサイドバルブ方式の 750cc のエンジンで、ここにダイナモがついてるから、ここをベルト方式で、ほらあそこ見て、昔のミシンみたいでしょ。あそこからベルトでこのダイナモを回して6ボルトを発生させてるという感じだね。でキックは見て、俺ここについてるギアで、この半月型のこの中にあるギアとかましてエンジン回すんだね。でキックスタートよね。自転車のペダルみたいな。ね、本当に自転車のペダルみたいなんでキックしてスタート。おしゃれだね。いや、おしゃれだね。で、今ね、ドラムのブレーキで、これさっきもランプついてたけど、どこでスイッチ取ってんのかな思ったら、これやね、きっと。へえ。これがブレーキスイッチ。そう、ここで通電するとブレーキランプが光るんだね。ほら、あ、本当だ。すごいな、なんか。やっぱ今とそんなに変わらないな、そうですねバイク自身って。いや、そうやって考えたら1930年代も今も変わらないね。っていうことだね。何よりこれよ、これ。これ何？これスタンド。センタースタンド。センターじゃない、センター。センターじゃないな。でも昔の自転車って牛乳屋さんとかもみんなこんな感じだったよね。後ろにたくさんの荷物積んで。後でエミちゃんエンジンかけた後ちょっと立ててみようよ。インディアモーターサイクルの看板今工事中です。へーもうちょっとで出来上がるからね。エンジンかけるのエミちゃんな、センタースタンドかける自信ないんやろ。ない。俺センタースタンド立てるね。で俺がセンタースタンド立てたらエミちゃんはこれのエンジンかけて走ってもらうからね。乗れるかな、本当に。お願いします。はい、これセンタースタンドこれね。で起こすやん。いくで、よっ。めちゃめちゃ簡単やん。軽い。軽い。へえ。これエンジンかけるときってサイドスタンドがいいよね。サイドスタンドがいい。で完璧やん。あるのね。そうよ。じゃあ次はエミちゃんエンジンかけてもらおうかな。あー、いけるかな。さあエミちゃん、はい。このままエンジンがかかったらそのまま市場行ってもらうから、市場行くときははい、ジニアスのグラブと、たいちゃんの。そうで胸部プロテクターつけてはい何があってもいいように。はいでも試乗はこの場内で行うね。今ナンバーね、車検ついてないんで、はい。はい、ちょっとエンジンかけてトライしてみましょう。あー、わかるかな。じゃあエミちゃん、はい。まずはイグニッションオンでしょ。はい。イグニッションをオンね。 OK。もうあとキック蹴ったらかかるんちゃうかな。これどう。エミちゃんポッキあー、そうか。ポッキアクセルは左だからね。触れない。せーのせーのせーの。おおかかった。アクセル煽って左。ここからはノーカットでお送りいたします。いや、もう持っといてあげる方がいいんちゃう。持って支えといてあげよう。じゃあエミちゃん、とりあえずまたいでまたいで、じゃあまずバイクを立てようか。よいしょ。これ逆にね、お尻に力入れるというか体重かけてみる。そこのシート下がるから。はい、届かない？ OK。 右はブレーキです。がブレーキ。足もブレーキ。はい。
でなんかクラッチレバーがないからそう変な感じ。左のそれが踏み込むとクラッチ結構硬いよ。踏み込むとクラッチで踏み込んだ状態であかんであんまり煽ったら戻らないよ。スロットルは戻らないよ。手で戻さない戻さないこっちか。自分で戻さないと開きっぱなしになるからねそしてクラッチこのレバーを手前に引くと一足入ったでクラッチをゆっくり離しながらかかとで踏みながらねそっちをゆっくりつなぎながらアクセルをでダメやもんアクセル戻さなあかんで戻して怖い怖い今上にするか思った難アクセしいよ。ルが逆なのが難しい。そうそう。左ってクラッチ離したからそうか。これ難しいよ。ギアをニュートラルに1個前はいこの具合が難しいね。ってことはもう1回サイドスタンドサイドスタート。切り足してあげて OK またがったままキックって切れないもんまたがったままキック難しいですね。ほんまじゃあエミちゃんもう1回エンジンからだあったの。あ、こうだ。はい。もうキック蹴るだけやね違う。クラッチ切れたままちゃう今スカンスカンやったやろちゃうクラッチ戻さないはいクラッチつながないとこれで硬っ。そう入ってる。入ってない圧縮だけの話をこんな硬かった。よいしょよいしょもうかけるのは簡単やねはい運転するのは難しいよ。アクセルの開けすぎ注意ねはいクラッチ踏むギア入れるはいアクセルはあんまり開けすぎないようにしといてもう触らない方がいいかもしれんなでクラッチをつなぐあれギア入ってる手前ガチャンって言うまではい入ったクラッチをつなぎながらアクセルをうわこれ難しい。カンギブアップこれ難しいよ。次回練習してもう一度オープンいたしますこれはどうですか、難しいとしか言いようがない。はい、でも車体は可愛いでしょう車体は可愛い。どっか今度広い駐車場で練習して乗りこなせるようになりましょう。そうなんで、なんかちょっと悔しい。はい。じゃあぜひまた次回。はいはい。バイバイ。お願いします。はい、バイバイ。やっぱ難しいんだ。ああ、特別編やね。セル付きにやったからな。何回でも練習できるで。このタイミングが。あ、ね、繋がってる感じがわからないの。これ悔しくないですか、やってて。お、セル。セルちょっと青いの方が
ドキドキしたけど乗りそう